どうもー、こんにちはー。いやー、だいぶ前にですね、オーデマピゲのコード1159のリクエストいただいてまして、だいたい3、4ヶ月前ですか。ずるずるこんな時期になってしまってですね。これはあかんぞってことで、今回はコード1159を語ってみようかと思います。はい。で、最初に私のコード11の印象といいますか、今回お話しする革新の部分をごく簡単に一言で言うとですね、コード11は時計好き向けの進化系ドレスウォッチであるってことですね。はい。それでポイントは2つありまして、時計好き向けっていうことと進化系ドレスウォッチっていうところ。これがどういう意味なのかをコード11のディティールを紹介しながらご説明したいと思います。ではまず最初にコード11とはみたいなところからお話ししますと、コード11は2019年に発表された新しいモデルで、オーデマピゲにとっては1993年のロイヤルオークオフショア以来26年ぶりの新コレクションです。そしてコード11という名前、Challenge、Own、Dare、Evolve の頭文字と時計の針が12時を指す1分前の Brand New World の兆しを象徴する思いが由来になっています。この名前からわかる通り、コード11ってとっても挑戦的なモデルで、オーデマピゲがめちゃくちゃ力入れて作ってるんですよ。コード11のディティールを見るとそれをすごく感じるんですね。はい、というわけで今度はコード11のデザインを見ていきたいんですが、ゴールドモデルの方を見ますと、一見オーセンティックなドレスウォッチといった顔立ちをしていますよね。特にこの針が細くてクラシカルな正統派といった雰囲気があるんですが、コード11の面白いところはそれだけでは終わらないってことです。まずこのダイヤルですが、2020年に発表されたモデルでして、濃淡のついたサンバースト模様のスモークラッカー仕上げでできてるんですよね。いやー、このダイヤル色気がえぐいて、コード11ってこのダイヤルが発表されてから評価が高まった印象があるんですが、グラデーションがめちゃくちゃ綺麗ですよね。この時計をさらっとつけるおじさま、かっこいいと思うんですよ。レオン的な言い方をしますと、この時計は小僧にはつけこなせないんじゃないかと思うんですよね。そのくらいの雰囲気がありますね。そんでもってインデックスのアラビア数字が程よいアクセントになっていて、極端にドレスに振りすぎてない感じがまたバランスが取れていいと思うところですね。それで今度はステンレスモデルの方なんですが、こちらはまたガラッと雰囲気が変わって違った魅力があるんですが、ダイヤルは同心円パターンのエンボス加工でできていて、これも外に向かってグラデーションに見えるようなものになっていますね。さらに針とインデックスに夜光が使われていて、ステンレスケールスと相まってよりスポーティーになりましたね。こっちの方がインデックスは全てバーになっていたり、レイトも3時位置になってよりベーシックなデザインになっていますし、若々しい雰囲気なので幅広い方に似合うように思います。はい、ここまでダイヤルとか顔つきをメインにお送りしてきましたが、正直この辺のことってコード11のほんの入り口の部分なんですよね。これだけだとコード11のイメージってちょっと洒落たドレスウォッチ、ステンレスの方は少しカジュアルなドレスウォッチっていう感じだと思います。しかしですね、ケースの衣装を見ていくとまた印象が変わってくるんですよ。そしてこれがコード11の魅力だと私は思うんですが、代表的なところに触れていきますと、まずベゼル。これがまあ細い。ほぼベゼルレスと言ってもいいくらいの細さですね。ベゼルが細くなるとダイヤルが大きく見えますから、 41mm のサイズと相まって腕に乗せた時の存在感がすんごいことになっています。で、ベゼルが細いっていうことはドレス感が増すわけですが、一方でこのインナーベゼル、傾斜した形状でスポーティーな要素があるんですよね。ベゼル周りだけを見ても相反する要素がギュッてなってるのがわかるかと思いますが、コード11ってこういう要素が多いんですよ。で、続いてはラグ。これもまたすごく特徴的で、まず中抜きされているところに目を引かれますよね。なかなかこんな感じのラグって見たことないですしね。そしてさらにここにあるビスもですね、どこかで見たことあるような形をしているわけですよ。ロイヤルオークのビスなんですよね。本当にこういうコードもね、散りばめられているんですよ、この時計。で、それとあとラグの付け根のところなんですけど、いやー、こんなところにもおかしなところがあってですね、上のところはケースにくっついているんですが、下はくっついてないんですね。こういうの一つずつ取り上げ出したらキリがないくらいなんですが、どんどんいきますと、あとはあれですね、風防なんですけど、風防の上面と下面、どちらもカーブしているんですが、上面は垂直に湾曲していて、下面はドーム型になっていて、その結果、角度によって波状の模様が見えるんですね。これも手が込んでますよね。はい。
そんでもって最後にミドルケースですが、上と下は普通のラウンドケースなのに、ミドルケースはロイヤルオーク的な八角形をしたものになっているんですね。いやーもうね、ケース中癖が多すぎて大渋滞しちゃってますね。はい。ケースだけでこれだけいろいろ詰め込んでいて、しかもいろんなテイスト、ドレスとかスポーツとか、ごったにみたいなディティールを持ったドレスウォッチは他にはないですよね。で、なんでこんなにごったにになってるかというとですね、オーディマ・ピゲはコード11をデザインするにあたって過去のアーカイブから要素を抽出しているそうなんですね。つまり温故知新なんです。で、分かりやすいのは先ほど出ましたけど、ミドルケースの八角形とかビスなんかはロイヤルオークの DNA を受け継いでいますよと。あとは細いベゼルとか針とかはいわゆるアンティークウォッチの雰囲気がありますね。そうなんですよね。オーデマ・ピゲはコード11でめちゃくちゃ複雑なことやってるんですよ。しかしこれだけ複雑なことをやっていろんなモチーフを入れ込んで、それでも綺麗にまとめているっていうのはさすがオーデマ・ピゲと言えるのではないでしょうか。で、最初に言ったことをこの辺で説明したいのですが、まず時計好き向けっていう部分。今お話ししたようにコード11は非常に凝ったことをやっていて、しかもクオリティが高い。こういう高度なことができるのも自社でケースを製造できるようになったかららしいんですが、とにかくすんごい作り込みですよね。しかしですね、こういうところって分かりづらいと言いますか、一般受けはあんまりしないんだろうなと思ってしまいます。分かりづらいところに力を入れて作っている感じがするんですよね。でもそういうところって時計が好きな人にとってはめちゃくちゃ刺さる部分じゃないですか。これだけ手間暇かけて作られてますみたいなところとか、作り込みのところとか、知れば知るほど惹かれるところがあるんですね。だからこれは時計好き向けの時計なのかなと思っています。それから進化系ドレスウォッチっていう部分なんですが、これはですね、コード11って一見ドレスウォッチなんですけど、ところどころにスポーツウォッチの要素が入っていますよね。さらにラバーストラップがあって選択肢の幅を増やしたことで、ただのドレスウォッチではなくドレスからカジュアルまで幅広く使える万能型のドレスウォッチに仕上げているんですね。しかもそれだけではなくて、これが本当にすごいなと思うところなんですけど、普通ドレスウォッチをベースにカジュアルなものを作ろうとすると、ダイヤルデザインからカジュアル化にアプローチすると思うんですよ。パテックフィリップの6007とかそんな感じですけど、ところがコード11ってケースのデザインからアプローチしてるんですよね。しかもちょっとだけ特徴づけるとかじゃなくて、これでもかっていうほど要素を詰め込んでいる。いやー、これすごいことですよね。だから汎用性の高いドレスウォッチ、さらにケースデザインからのアプローチっていうところが進化系ドレスウォッチと言えるんじゃないかと思うわけです。はい。それでですね、ここまでデザインとかの話を主にしてきましたけれども、ムーブメントの話全然出てきてないんですよね。いや、それくらいコード11の外装ってこだわりを感じるので長くなっちゃったわけですが、今度は中身のことに触れていきますと、コード11にはオーデマピゲの新世代の機関ムーブメントキャリバー4302が使われています。何が変わったかというとですね、ムーブメントの径が大きくなったとか、8振動になったとか、トルクを引き上げたとか、パワーリザーブが70時間になったとか、巻き上げがリバーサー式になったとか、いろいろありますけれども、ざっくり言って精度が良くなったり、パワーリザーブが伸びて使いやすくなったってことでしょうか。あとは綺麗ですよね。この辺りはさすが雲上ブランドのムーブメントというところですね。はい。で、ここまでコード11を紹介してきたわけですが、改めて思うところはですね、コード1159という名前、名は体を表すっていう言葉がありますが、まさにそれを体現しているように思うんですよね。すごい挑戦的なモデルだと思いますし、過去のオーデマピゲの作品の DNA が継承されたデザインに毎年のようにブラッシュアップしてより良いものを追求する姿勢、そして進化系のドレスウォッチということで新たな時計の歴史の幕開けを感じさせるモデルだと思います。はい、なんかお前コード11すげえ持ち上げるなと思ったでしょ皆さん。いや正直ですね、いろいろ調べると魅力的だなと思う部分が多いのは事実です。事実なんですが、当然気になるところもあるわけですよ。そんな話を次にしていこうと思いますが、私が思うコード11の気になるところはですね、サイズ感なんです。コード11って最新のモデルでも 41mm もあって大きいんですよね。でですね、私はただ単に大きいからどうなのって言いたいわけではないんですよ。コード11はラグが短いので細腕の方でも無理なく使えます的なことをよく見ますので、そうかもしれません。
しかし私が気になるのはこのサイズにこのダイヤルデザインってとこなんですね。まずベゼルがすごく薄いのでダイヤルがすごく大きく見えますよね。そこに細い針とバーインデックスが使われていてすごく間延び感がします。でそこはオーデマピゲも改良を加えてまして、ゴールドモデルはグラデーションのダイヤルになっていたり、ステンレスモデルはエンボス加工されていて、いずれも内から外に向かって視覚的な変化が加わって凝縮感が出ておりまして、その辺の工夫が見て取れます。ただ私はこの時計に限らずなんですが、ドレス系の時計ってサイズを大きくするとバランスを保つために針が太くなったりインデックスが太くなったりしてるんですよね。その結果なんとなく顕微鏡で拡大したようなデザインになってしまって、そこがちょっと苦手なんです。コード11もその辺は工夫はしているんですけど、ベゼルが薄いことで余計にそう感じてしまいます。なので逆にクロノグラフのモデルは同じサイズのままで展開しているので、そちらは凝縮感があってデザイン的にはバランスが取れているのかなと思います。まあコード11って純粋なドレスウォッチではないですし、そこまでおかしくないよって思う方もいらっしゃると思うので、その辺は趣味の問題ということでお願いします。であとはもう一つ懸念事項がありまして、正直なところコード11買うのはまだ早いって思ってます。というのもコード11って2019年に発表してから毎年進化してるじゃないですか。グラデーションのダイヤルも翌年に発表していて、進化のスピードが異常に速いんだわ。そこもオーデマピゲがすごく力を入れているなって感じるところなんですけど、なので今後もっと売れ線のものを出してくれるんじゃないかっていう期待感がありますね。逆にあえて悪い言い方をすると、なんとなくまだ軸が定まっていなくてフラフラしている感じがします。だからもう少し見定めてから決断してもいいのではないかなというのが感想です。はい、ということでコード11のことを語ってみましたが、私の結論は時計好き向けの進化系ドレスウォッチ、しかも進化途中みたいな感じです。なので毎年新作が楽しみでもありますし、今後要注目のモデルだと思うわけです。はい。では今回はこの辺で終わろうと思います。それではみんなあったかくして寝ろよー。最近ちょっとですね、雑談的なことをやりたいなって思っていたんですけど、雑談だけの動画を作っても時計と関係ないんで、チャンネルの統一感がなくなってしまいますし、あとはそもそも雑談見たいっていう方がそんなにいないんじゃないかと思ってまして、それでやってなかったんですけど、この前 YouTube 見ていたらですね、動画の最後に本編とは別におまけ的なのをやっている方がいらっしゃいましてね、あ、これいいなと思ったわけなんですよ。これだったらそんなに邪魔にならないし、見たい人だけ見れるぞと。ということで、今後動画の最後のところでちょっと雑談的なおまけをやってみたいと思ってます。はい。ちなみにですね、最近コメントでこのはいがやすこさんって言われることがあるんですけど、違いますからね。私はやすこさんは意識してないんです。エスパー伊藤さんの方ですからね、寄せてるのは。というようなことを喋りたいと思いますので、最後まで見てもらえると嬉しいです。それでは。